皆様、本日はですね、先日僕はねちょっとねなんか鍋リクエストお願いしますっていう動画を上げたら、皆さん本当にたくさんコメントありがとうございます。でその中でも特に多かった今回はじゃん、生の牛もつを使ってもつ鍋作っていきたいと思います。はい。で今回は大腸なんですけれども、一応ねもつ鍋もし手に入るなら小腸の方がおすすめみたいです。今回はね大腸しかなかったんで、ただ生ゲットできたので今回こちらを使ってちゃんと下処理全部してやっていきたいと思います。締めはちゃんぽん、味はね今回醤油ベースのもつ鍋にしたいと思います。はい。じゃあまずもつから処理していくんですけれども、まずもつを小麦粉で揉んで臭みを取ってそれを流した後、ネギと生姜を入れた熱湯で1分ほど軽く下茹でして臭みを取って余計な油も落としてっていう処理をしたいと思いますので、まず沸騰した鍋にネギのこの青い部分と臭み取りですね、生姜皮ごとでいいので適当にぶつ切りにしちゃって、これ最初沸騰したお鍋に入れて軽く煮ときます。でその間にじゃあまずこちらホルモンを軽く小麦粉で揉み込みます。昔ねうちのね母上がね何の下処理もしないねもつ鍋を作ってくれたんですよ。すんごい油の膜だったおお油やんけ。それを見てもう絶対もつ鍋は下処理はした方がいいんだなっていうことを学んだよね。たっぷりこちらのまあでこれおでかっ、一個一個ちょっと切らないといけないかもしれないね。そうだね、食べやすいサイズ、ね、だから下茹でしてから切ろうかな。じゃあまずここに小麦粉結構たっぷりでいいのでちょっとしゅうちゃん手伝ってもらっていい？もうちょいかな。 OK ありがとう。結構ほんとねたっぷり入れて、まずこれに小麦粉で臭みをちょっと吸い取ってもらいます。なんかよーく揉み込んで、で結構油なんでできれば手袋をしてあげた方がいいと思います。手がねぬるぬるになっちゃうんで。ちなみに生の小腸今回はですね肉のハナマスさんに言ってました。そうだね。あんまりねスーパーではね見かけないですね。確かにやっぱ茹でてるやつとか冷凍はね結構あるんだけど、やっぱ生の方がね絶対美味しいんで、ね、よーく揉み込んでまんべんなく小麦粉をつけたら、揉み込んだらこちら流水で洗い流してついた小麦粉全部洗い流しちゃいます。ではこちら水洗いしたもつです。でこちらを沸騰したお湯で軽く茹でます。下茹でして余計な油とか取ります。量多いな。いきますちなみに今回ねもう重いんだけど1500あるんですよ大体ね。まあ油とか落としたらもっと減ると思うんだけど、で大体もつが 300g で 2,3 人前ぐらいってことなんで、今回だからそれのまあ5倍って考えたら10から15人前ぐらいはできちゃうね。業者かな。はいやります。皆さんはね適度な量で作ってあげてください。熱湯で1分ほどで、これやりすぎちゃうとちょっと油を全部切っちゃうことになるんで、茹でても今臭みってよりもやっぱ生姜の香りの方が強いからいいね。やっぱ臭み取りは大事ですね。で約1分ほど湯通ししたらこちらお湯を切って、でまた冷水で1回洗い流します。ではこちら下処理が終わったホルモンです。でさすがにちょっと今回ね 1500g 多いんで、ちょっと3分の1ぐらいは冷凍保存にして今度ホルモン焼きとかね作ろうかなと思って、下処理が済んじゃえばあとはホルモンの処理も楽なんでね。なのでちょっと 500g ずつぐらいはまた後日食べようと思います。これでも一応ね数えたらねホルモンの数が60個ぐらいあったんですよね。1人30個ホルモン食うかって話をねなんではいじゃあこれくらいはちょっと冷凍保存しときます。今度ホルモン焼き作ります。味噌焼き美味しそうじゃない？そう今日こっち10人前になっちゃったね。じゃあホルモンの処理は終了なので、あとは他のお野菜たちをやってって、あと鍋ですね準備します。だし汁から作ろうか。スープ作ります。お水 600cc、 ここにまずみりんを 50cc に今回お酒なんですけれども、前ねコストコで買ってたじゃん大吟醸ガチの日本酒。やっぱね調理酒と日本酒ってやっぱ風味が全然違うみたいなので、今回はガチガチなやつでいきます。大吟醸でこちらを 100cc 入れます。お酒100、まず出な方に調理酒で大丈夫なんでね。でここに薄口醤油を 50cc。 今回の味の決め手はこちらあごだしを100
で、結構ね最初に濃いめの味付けにしてキャベツからだいぶ水分が出て味は薄まるので大丈夫よ。ここに鶏ガラスープを大さじ1杯入れます。全部入れたらこちら一煮立ちさせてアルコール飛ばしときたいと思います。じゃあその間にお野菜の処理していきます。簡単なやつからやっていこうかな。まずニラ最後に入れるんですけれども、水洗いして6、7センチぐらいの長さにカット。やっぱねもつ鍋といえばニラがたっぷり入ってるイメージですよね。ニンニクこちらはスライス。で、今回用意したホルモンですね。ちょっとねでかすぎるやつとかがちょくちょくいたんで、ちっちゃいのはちっちゃかったんだけどね。なので大きすぎるやつは適当な大きさにカットしてあげてください。もうしゅんちゃんがカットしてくれてるみたいで、今回6個用意したけど、しかもこれね国産のちゃんとしたやつですっごい1粒ずつ大きいんだけど、これはじゃあまた今度食べようかな。4つ結構3つでも十分な量なんだけど4つにしようか。ニンニク4つ使います今回は。じゃあで最後に仕上げに上に散らしたいんですけれども、まず1個分だけ最初に入れちゃいます。ニンニクはスープの中に香り出したいんで。ですみません、ちょっともうちょいお水の量欲しかったんで、もう 100cc ぐらいお水足しといてください。そしたらここにキャベツ1玉丸々がっつり入れちゃいます。やっぱねもつ鍋のメインといえばキャベツともつなんで、キャベツはしっかりもちろんね水洗いはしてね。でキャベツを適当な大きさにカットしていきます。でカットし終わったキャベツからどんどん入れていってあげてください。量が多いんでキャベツ早めに入れて、ちょっとかさを水分出して下げていきたいんで。ではキャベツ1玉丸々全部入れちゃいました。でやっぱねお店とかやるとさ、もうキャベツがあっても上にこうやってバッて持ってる感じだけど、ちょっと家だとそこまでするとちょっと大変なんで、普通に一回キャベツ入れてる状態で軽く蓋をして、まずキャベツだけ煮立たせます。お豆腐は8等分、あとニラとニンニクの準備ができたら、軽くキャベツに火が通ったらあとはもう盛り付けていくだけです。で最後ちょっとキャベツに火が通った後に一回味見してみて、ちょっと濃かったらお水足そうかなと思います。ではキャベツが一通り煮えてかさが下がって、大体一応上まで軽くしんなりしてきたあたりで、味見してみてください。で今回これ僕たちはこれくらいでいこうかなと思っております。もし濃くしたいんだったらもうちょっと薄口醤油とかごだしを入れる。でもうちょっと薄めたいんだったらお水ちょっと入れてあげるぐらいの感覚で大丈夫です。じゃあもつ入れていきます。基本的にはまんべんなく入れてあげるんですけれども、今回はねちょっとサムネイルのことも考えてちょっと手前寄りにしたら、ニラをセンターに置いていきます。で奥にお豆腐とかをちょくちょくっとのしてあげて、でニンニクたっぷりめに散らします。で最後輪切りの唐辛子を、辛めが好きなら結構たっぷりめに入れといていいと思います。でこれであとは最後もう一煮立ちしてもつに軽く火が入れば完成なので、実際ちょっと持てないんでね今実際食べていきたいと思います。ということで早速いただきたいと思います。いただきます。いただきます。もう香り完璧だね。もう普通に箸で取っちゃっていい？取っちゃってもいいよ。ちょっと普通にもうもつが食べてみたいです。食べていいよ。俺でもかなりね半分にしたよ。じゃあもうめっちゃ増えてる。めっちゃ増えてる。確かにちっちゃくなってるもんね。大きいその食べ応えあるのも残したけど、食べやすい大きさのやつも何個かあり作った。がとうございます。絶対美味しい。食べてみていい？いいよ、もう先食べて。ちょっとお先にいただきます。どうぞどうぞ。もうプリプリ。やばい。
どうだ。ガチめにうまい。私ももつからいこうかな。いただきます。めちゃくちゃうまい。こうちゃん、うまっ。やっぱスープがもう美味しすぎる。あとやっぱ生もつやばいね。やばいね。キャベツもうま。甘いキャベツが。ニンニク効いてんね。うまっ。もうキャベツと食べたら最高だわ。もつ鍋久しぶりに食べた。俺本当に冗談抜きで今まで食べたそのお店で食べたもつ鍋超えてる。こうちゃんのもつ鍋めっちゃうまいわ。これめっちゃ美味しい。いや、このスープすごいのもあるけど、こうちゃんがさこの下処理してくれたじゃん。だからねもつがねやっぱ焼肉屋で食べるよりも全然黒くないの。もういくらでも食べる。もう多分皆さんが大好きなもつ鍋になってる。やっぱ醤油だね、油の甘みもすごく感じられるし、もう最高。こうちゃんめちゃくちゃうまい。ブリンブリン。ブリンブリン。本当でも余計な油が落ちてるって感じだから、そう黒くないっていうのが全然黒くない。大吟醸絶対効いてる。これお出汁が美味しい。本当にもうスープがうますぎる。スープ入れる？ありがとう。マジでほんとみんな作ってもらいたい。もうもつ甘いよね。ブリンブリンの甘くてもうね、歯ごたえも最高。硬すぎず柔らかすぎずのもう最高の状態。めっちゃうまいスープ。うわ、うまっ。どうしようこれ。これ多分煮込めば煮込むほど多分唐辛子とかの辛みも出てくそうるから。だね。また味が変わって美味しいだろうね。お店出せるレベルだわ。マジでうまいわ。だしマジでうめえ。だしやばいね。もうスープがもう鬼のようにうまい。このキャベツを入れてほんとちょうどいい濃さになってる。なってる。でちょっと余ったこれ残ったら後で足せるしね。そう今ちょっと溢れそうになったんでこうちゃんが取ってくれたんですけど、多めに作っといても全然いいよね。締めの部分もあるしね。マジで10人前なんかペロリなんだけど、やばいね。めちゃくちゃあっさりしてる。これめっちゃ天才かもしれない。全然やると思う。このもつ鍋マジでみんなで食べてほしい。俺は豆腐がもう絶対にさ、その専門店行った時にさもつ絶対足すんだけどさ、こんだけあってもさやっぱり自分で作ればさめっちゃ安いんですよ。本当にもうお店行かなくていいわ。マジでうまい。心ゆくまでもつは食べれるよ、自分で作ればね。ということで本日はですね、秘伝のスープを含めてね作ってもつ鍋をねこうちゃんに作っていただいたんですけども、本当にねまずスープがめちゃくちゃうまいっす。このスープだけでもう正直もういろんな具材に合わせてもうまいんじゃないかっていうぐらいもつ鍋以外でもねうまいと思うぐらい本当にスープがおすすめなんで、まずスープが美味しかったっていうのと、あとこうちゃんが丁寧に下処理してくれたんで脂っこくなりすぎてない、もういくらでも食べられる、そのもつ鍋屋さん、その専門店のもつ鍋屋で食べるようなもつになってるので、そこもすごく美味しかったです。もう最高です。はい、でしかも簡単っていうね。マジで簡単。しかも安くできるっていうね。もう何も言うことないね。最高に美味しいです。いくらでも食べられるもつ鍋になってると思います。本当ね、自分たちで作れば安くたくさんの量で美味しく作れるんで。そうだね、今回のもつ鍋特にだよね。本当に作って10人で囲んでいいから。そうだね。もう半分以上ないけどね。俺たちの食べたい。はい、ということで本日は以上になります。ぜひ皆さん簡単なので作ってみてください。この後締めでちゃんぽん食べまーす。はい、食べます。楽しみ。ということで以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。それじゃあまたね。バイバイ。